私の夫の亭主関白さは凄まじいものがあった。外で夫より前を歩いてはいけない。夫より先に箸をつけてはいけない。夫より先に入浴をしてはならない。夫が帰ったら三つ指立ててお出迎え。数え出したらキリがない。外で働くなんてもってのほかだと言われていたため、私は専業主婦。今時ここまで徹底しているのも珍しいくらいな亭主関白夫。自分では縦のものを横にも動かさないような人で、毎日夫の機嫌を損ねないように立ち回るのが私の役目。亭主関白の意味は関白のように威張る夫らしいが、私の夫はまさに関白様だ。そして私は従順な家来のようなもの。大声で怒鳴り散らしたり手を挙げたりはしないのがせめてもの救い。それでも夫の要望に応えられないと不機嫌になってしまうので、常に顔色を伺って過ごす日々は決して楽なものではなかった。数年前から体の調子がおかしくて、だけど特に動けないわけでもなかったから放置していた。ある時具合が良くなくて風邪か何かだと思っていたのだけど、熱がなかなか下がらないため病院に診察を受けに行った。日を置いて検査をしたところ、2週間経ってから慢性骨髄性白血病と診断された。このままだと余命半年。そう言われて真っ先に頭に浮かんだのは夫の顔だった。入院しなきゃならないのならもう夫の世話ができないなとか、私が死んだらあの人は一人でやっていけるのだろうかとか、あんなにも夫の顔色を伺うのが大変だと思っていたのに、いざ自分がこんな状況になると夫のことが心配でたまらなくなった。夫の世話ができなくなる上に、夫に私の世話をさせることなんてできるはずもない。私が離婚を決意するのにそう時間はかからなかった。くしくも離婚の決意を固めたのは私たちの結婚記念日。なんともちょうどいい頃合いじゃない。心の中で皮肉る自分がいて、だけどそれは死への恐怖とか不安とかを隠すための強がりだということも自分で分かっていた。そしてその日の夕食が終わり、食後のお茶を夫に出し、私も座った。結婚記念日といっても特別なことをするわけでもないので、これが普通。私は夫の対面でお茶をすすりながら、最近体調が思わしくなかったこと、病院で検査を受けたら慢性骨髄性白血病で余命半年と診断されたことを伝えてから少し間を置いて、もう離婚しましょうと告げた。夫は手元の湯飲みをじっと見つめ、居間を飛び出していってしまった。残された私は自分の湯飲みの中身をぼんやり眺めながら、役に立たなくなった召使いはやっぱりいらないよねなんて考えていた。夫とは私が大学を出てすぐの結婚だった。こんなでも一応恋愛結婚で付き合っていた頃の夫は今とは真逆の優しい人だった。そういえば夫はいつからあんな風になったんだっけ。結婚してすぐ？いや、新婚の頃はまだ三つ指立ててお出迎えなんてしていなかったような。なんかきっかけがあったような。何かを忘れているような気がした。
一人でなんだっけかなと頭をひねっていると、夫が戻ってきて私のそばに座った。見ると目と鼻が真っ赤になっていて、まるで泣き晴らした後のような顔。どうしたのと聞く私の言葉を無視して小さな箱を差し出してきた。箱はきれいにラッピングされていて、どっからどう見てもプレゼント風。動かない私の手を夫が掴んでその箱を握らせてきた。動揺しつつも夫が顎で開けろと促すので丁寧にラッピングをほどくと、中からビロードの箱が出てきた。その蓋をそっと開けて、驚きのあまり息が止まった。ダイヤモンドがいくつもはめ込まれている指輪。卑しいとは思いつつケースから取り出してダイヤの数を数えてみたら全部で10粒あった。言葉が出ずに夫の顔を見ると、今日で結婚10年だから、そう言って下を向いた。まさかのサプライズで驚いたものの、でももう私はあなたのお世話をしてあげられないからと指輪を丁寧にケースに戻し夫に差し出した。すると夫はこらえきれなくなったのか泣き出し、そして言った。俺の世話なんかしなくていい。これからは俺がゆきちゃんの世話をする。ゆきちゃんとは私のこと。新婚の頃までは夫はずっと私のことをゆきちゃんと呼んでいた。いつの頃からか名前で呼ばれなくなっていたから、なんだか懐かしい気持ちになった。私も昔は夫のことをあっくんと呼んでいたのだけど、やっぱりいつの間にかあなた呼びになっていた。夫があまりにも盛大に泣きじゃくるので、病を抱えている当の私が夫の頭を撫でて慰める羽目になった。どのくらいそうしていたのか、ようやく泣き止んだ夫が涙と鼻水まみれの顔のまま再び指輪をケースから取り出し、私の指にはめながら言った。これからもゆきちゃんのそばにいさせてください。後日、私は入院した。夫は海外しく私の身の回りの世話をしてくれていた。幸運にも私と母の一白血球抗原の型が一致し、移植前処置をした後に造血幹細胞を投与する治療に移ることができた。入院する前、散々泣き散らした夫が亭主関白が始まったきっかけを話してくれた。もともと気が小さくて優しかった夫。結婚してしばらく経った頃、2人で見に行った映画で亭主関白の役柄の俳優さんを見て、私がしきりにかっこいいを連発していたのだという。そしてその妻役の女優さんのことも痛く気に入り、私もこんな夫を立てる妻になりたいと言っていたのだとか。その時の私は一日中興奮をしていて、やっぱり女は男の3歩後ろだよねとか、私も三つ指立ててお出迎えするなどと自ら良妻風なことをやり始めた。夫が戸惑いながらもそれに付き合ったのは、自分みたいな軟弱やさおはいつか捨てられてしまうかも、だからもっと古風な夫にならなくちゃ、そんな風に思ったからだった。外で働くのをダメだと言ったのは、私はもともと虚弱体質の傾向があり、それを心配してのこと。
夫の要望に応えられなかった時に不機嫌になると思っていたのは単なる私の勘違いで、いつもと違う行動をする私に対して何かあったのかなと浮かべる軽減な顔が不機嫌に見えただけだった。夫がそれらのことを話してくれた時、私はあまりにも恥ずかしくて、その足でそのまま入院してしまいたい気分に陥った。夫は10年もの長い期間、私の亭主関白ごっこに付き合っていたに過ぎなかったのだ。やり始めた当の本人はすっかりそんなことを忘れて、やれ夫は亭主関白だ、やれ夫は私に何もかもやらせるのだ、などと一人で勝手に不満を抱いていただなんて、バカにも程がある。もとより思い込みの激しい自分のこの性格を心底呪った。大変申し訳ありませんでした。もうやめてよ。ゆきちゃんに嫌われたくなくてちゃんと言えなかった俺も悪いんだから。と土下座する私の頭を夫は慌てて上に押し上げた。それから夫は真剣な目をしていった。これからは俺がゆきちゃんのことを全部やるから、ゆきちゃんは黙って全部俺に任せなさい。言い方こそ優しかったが、そんな夫に男らしさを感じ、私は年がいもなくキュンとしてしまった。その直後、どうにも懲りていない自分を心の中で罵った。私が夫を好きになったのは夫の優しいところなのに、つい男らしさまで求めてしまうこの浅はかさがたまらなく嫌になった。そんな紆余曲折があったものの、私は予定通り治療に入ることができた。夫は言葉通り入院準備から手続きからお見舞いまで、それまでからは想像もつかないほどまめに立ち回ってくれた。移植の全処置に入る前にバリカンで頭髪を剃った時は精神的に来たし、全処置が始まってからは大量の抗がん剤を投与されて、ひどい失神やかゆみで眠れなくて、頭も朦朧とするものだから何度も心が折れそうになった。だけどその度に夫の顔を思い浮かべ、痛みで泣きじゃくりながらも絶対にあっくんのところに帰ると、ただそれだけを思い続けてどうにか乗り切った。移植が無事に済んでからもすぐに退院できるわけではなくて、髪も眉毛もまつげすらないむくんだ自分の顔が嫌だったけど、夫はそんな私の姿を見ても何ら変わりなく笑顔で接してくれた。それから4ヶ月近くの入院期間を経て退院した後、結婚記念日をやり直そうと言って夫がごちそうを作ってくれた。入院中は夫の食事が気になっていたのだけど、そんな心配が一発で吹き飛ぶほどの腕前で、なんなら私よりよっぽどうまいと思った。部屋も荒れることなくきれいに保たれていて、亭主関白だった頃の夫の面影はみじんも感じられなかった。それから2年の月日が過ぎた。2年を超えれば大丈夫だと医師から言われていたため、私も夫も本当の意味で安心した。あの時に夫と離婚していたら、もしかしたら治療には耐えきれなかったかもしれない。それほど夫の存在は大きかった。少しばかり遅くはなってしまったが、改めて
私から夫に告白をした。これからもずっとそばにいてください。私と7ヶ月後に生まれる赤ちゃんのそばに。驚いて喜び、泣き出した夫を見て、こんなに素敵な人は他にいないと、私は夫を強く抱きしめた。